古代の人々は自分たちの暮らす場所から見える最も大きい山を神様として崇拝していました。縄文時代の遺跡には山や自然に向かって礼拝していた痕跡が残っています。集落から最もよく見える高い山に向かって石や土偶を並べたり、山がよく見える場所に捧げ物を捧げる場所があったといいます。古代の自然神信仰では山そのものを神と考えていたので、山は入ってはならない禁足地。山がよく見える場所に里宮を置き、仰ぎ見て拝むというのが古来の信仰で、山の中に建物を建てるといったような発想はありませんでした。山の中に礼拝する場所を建てるようになったのは、飛鳥時代、奈良時代の仏教の影響で、以来、聖なる山、霊山は山伏の修行の場となり、山で修行した人が悟りを開いた場所に寺院を建てたりするようになったんです。仏教では山は仏の世界への入り口と考えられていて、その影響で神社も次第に山頂に社殿を置くようになったんだといいます。神社の入り口にあるものだと思っていた鳥居も、もともとは神社の入り口ではなくて、人間の領域と神様の領域の区分として、山の入り口に備えられたものだったんだそうです。今でもその伝統が残っているのが、奈良県の大神神社です。ご神体である三輪山そのものを神様としているために、一般の神社にあるような本殿を持たず、山のよく見えるところに建てられた拝殿から山を仰いで拝むという伝統が残っています。実はこれ、前回ご紹介したインドネシアのグヌンパダン遺跡に通じるものがあるんです。グヌンパダン遺跡というのは、古代人が山の斜面に築いた階層状の人工地形なんですが、地質学の調査でその下に2万年も前の構造物、ピラミッドのようなものが埋まっているのではないかという説がありますが、ここでは地下に何か埋まっているかどうかという話は置いておいて、このグヌンパダン遺跡の古代人の礼拝所としての機能について見ていきましょう。石段を登り詰めた山頂にある広場は、古代人が生贄を捧げたりといった儀式に使用されていたということが分かっているんですが、実はこの山の斜面を利用して築かれた礼拝所は、神社でいう陽殿のような場所だったんです。というのもこの地域で昔から信仰されている聖なる山、久手山がこの礼拝所の真正面に位置していて、その聖なる山をよく見える場所から拝むというのが、この山の存在する西ジャワ地方、スンダ族の昔からの宗教文化でもあるんです。久手山は西ジャワ地方の霊山ですが、東ジャワ地方の霊山はスメル山です。東ジャワ地方は11世紀から16世紀にかけて、クディリ王国やマジャバヒト王国など強力な王国が栄えた地域なので、王朝時代に建てられたスメル山を拝むための立派な拝殿がスメル山を取り囲むいくつも残っています。その一方、西ジャワ地方では歴史的に大きな王朝が存在しなかったので、巨大できらびやかな建物に置き換えられることもなく、古代の素朴な石で作った礼拝所がそのまま残っていたということなんです。たどった歴史によって現在に残る形はそれぞれですが、山が宇宙の中心になるのは世界共通の原理です。それならば文明発祥の象徴、ピラミッドやジックラットも、たどった歴史を取り除いてみれば山岳信仰にたどり着くのではないのでしょうか。ジックラットというのは古代メソポタミア時代に築かれた階段状の巨大なピラミッドのことですが、頂上にある神殿は王様と特別な神官が特別な儀式を行うために使用されていました。しかし実は最も古い形のジックラットには、頂上に
神殿はありませんでした。石を積み重ねた宗教的な象徴として使用されていたものだったのです。それでは、ピラミッドの場合はどうだったのでしょうか。エジプトの宇宙創造神話によると、世界が始まる前、ヌンと呼ばれる原初の海が世界を覆っていました。このヌンの中から最初に隆起して現れた丘、立ち上がる太陽という意味のベンベン。その他に降り立ったアトムによって世界が創造されたといいます。世界初の計画されたピラミッドは紀元前2600年代、第三王朝のジェセル王の階段ピラミッドだったといいます。その前の時代にも石を積み上げて築かれた建造物はあったんですが、遺体の埋葬のためではなくて、神聖な丘、ベンベンの再現として建てられた宗教的な象徴として使用されていたものだったといいます。それが次第に王様と神様を合体させるために、中に遺体を葬るようになったのではないかというのが有力な説なんだそうです。注目したいのが、エジプトもメソポタミアも、実は周囲に山のない平坦な土地にあるということなんです。ジックラットやピラミッドは、ミワ山やスメル山の代わりになる聖なる山の代わりだったのではないかと考えることができるのです。さらに、ジックラットもピラミッドも、それだけが単体として作られたのではなくて、神聖な宗教施設のパーツの一つだったということも忘れてはなりません。ピラミッドやジックラットの手前に、礼拝の場所、祭壇が築かれていたということは、やはり巨大な山のような建物は、ご神体として拝むために築かれたのではないのでしょうか。山のない平地に移住してきた山岳信仰を持つ人たち。礼拝のために力を合わせて築いた人工の山がジックラットやピラミッドの起源だった。そして航海の経験で培った技術を使って故郷の山と同じ星座の下に人工の山を再現することにこだわったなどと考えるとロマンが広がりますよね。スンダランドが沈んだ後の海域で活動するようになった海洋民、ヌサンターの活動が本格化したのは紀元前5000年頃からです。メソポタミアでは紀元前6000年頃から農耕文化が栄えていましたが、紀元前3500年頃になると突然都市が誕生しました。エジプト文明は紀元前7000年頃の農耕文化をもとにして最初の統一王朝が建てられたのは紀元前3100年頃だとされています。エデン・イン・ザ・イーストのオッペンハイマー氏によれば、スンダランドの人口が長期間その土地にいたことを示す証拠として扱われるマラリアの抗体遺伝子タラセミアの分布が東南アジアから中東地中海にまで広がっている。この広がりは単なる近代の交易によるものではなく、氷期の終わりから文明発祥の前に遡る可能性があるという解釈を示しています。だからといって、エジプト文明を作ったのが東南アジア人だったというわけではありません。中東から北アフリカに到達して、遺伝子や文化に痕跡を残した可能性があるという話にとどまります。いつの時代も文化の元を作った人々とその文化を担った人々は必ずしも一致しません。例えば文字や都市、高度な建築技術といった文明の基礎はシュメール由来ですが、シュメール人自体は人口の混合、移住、戦争によって吸収統合されて民族として姿を消しました。ギリシャ文化の源流になったミノア人も同じ道をたどりました。スンダランドの避難民についても同じ構造が考えられます。彼らが到達した地域で文化や神話の痕跡は残しても民族としては
姿を消した可能性があります。結論としては、アジアにピラミッドのような建造物が存在していたというよりも、ピラミッドの由来が存在していたということが言えるのではないかと思います。ということで、今回は古代から伝わる世界共通の信仰、山岳信仰についてお話ししましたが、スンダランド発の視点からいくと、もう一つ重要なのが女神信仰。次回は山信仰と切っても切り離せない女神信仰についてお話ししてみたいと思います。最後までありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。